入国です。可愛いですね。可愛いね、本当に。こんな感じでもうすっかり朝ですね。これどここれ。12だったら50円ぐらいですね。何やってんの？私の撮影忘れてない？ノーフット言って。チェックアウトします。植木鉢みたいなの被ってます。あ、デニス。こんにちは。フラットです。めっちゃうまいこれ。差し込みます。はい、皆さんおはようございます。今現在私はですね、ジョージアのバトミというところにね滞在していまして、本日ねトルコに向かうというような感じになります。私ジョージアね本当は1ヶ月もいるつもりなかったんだけど、トータルで見たら3ヶ月も滞在してました。でね、今いるバトミではね、3つ前ぐらいの動画から載ってると思うんですが、はるかちゃんっていうねホステルで勤務してるね、もうほぼ同い年1個下の女性に出会いまして、1ヶ月以上ずっと一緒に過ごしててね、すごいねたくさんいい思い出ができたんですが、トルコに行くというような感じで、ちょっとねここのホステルね、私個人的にすごい居心地よくてね、1ヶ月半もいたから愛着湧いちゃったっていうのもあるんで、ホステルからね今回の動画を回させていただこうと思います。私がね今いるのはホステル3階のね、女性ドミトリーのねバルコニーっていう感じなんですが、ホステルからの眺めはこんな感じでね、前回の動画とかでもちょっとちらっと流してるんですが、前々回かな。はい、そしてあらはるかちゃんおはようございます。至極のアフィリです。多分もう動画ね見てくださってる方は分かると思うんですが、はるかちゃんはねジョージア、1年ちょっと在住っていう感じでね、ずっと、お世話になってました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。至極チャンネルまだ登録してない人はぜひ登録してください。あそこにはアナステージャという今からね私はもうこの荷物をね久々3ヶ月ぶりに、これを担いでね国境越えをするというような感じになるんで行ってきます。はいと、こんな感じでね、今3階にいたんですが、今ちょっとねお別れでちょっとデニスくんですこんにちは。こんにちは。デニス君は昨日もね送別会一緒に、行ってくれましたね。デニス君にもだいぶお世話になりました。そうそうって言ってる。デニス君は日本語たくさん喋れます。そう、私がお世話になったのはここのねホステルハーモニーっていうところでね、ここなんかにはね何回も見せてるんですが、はるかちゃんが描いたねウォールアート、ハチャプリ般若事件っていうのが有名なんですが、でこれは最近はるかちゃんがなんか部屋にあったオーバーオールにペイントして作品として残した感じになりますね。でですね、1階レセプション、私がすごいなんかここに愛着を持ってしまったんですが、ちょっと暗いけどね、ここのねデスクに座って私はいつも編集とかをしてたんですよ。はあ悲しいけど行きますね。ブラッドです。ブラッド、もうここの4人です。私の大好きなファミリー。ブラッド君とデニス君です。デニス君。そうそう、デニス君とブラッド君お世話になりました。本当にありがとう。ありがとう。昨日みんなでねはっちゃけたからね、今日はちょっとみんな眠いんですがまた会うよ。なんかブラッドが言ったので私が泣いてんだけど感動した今の。はいはい、今ね、バス停歩いて30分ぐらいかなでね、はるかちゃん送ってくれました。で1時発なんだけどね、まだ12時20分なんでちょっと時間ありそうなのでね、2人でちょっと最後話そうかなと思います。リークスなんたらみたいな名前のここですね。ここのオフィス、ここねバトミ中心地から歩いてこれるんで、ここだとね、2024年9月現在で60ラリでバトミからトラブゾンまで送っていただける感じになります。いや久々の陸路国境越え、3ヶ月ぶりのね、他の異国の地に入るというような感じになりますが、行ってきます。バイ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 。Haydi Mali güzel. Mali güzel hadi gül bay bay. Bay bay. Mali güzel bay bay. バイバイMali güzel. すごいせかされてるの。22、私の席がね22なんですよ。22、どこKaç numara? 22、オリOli. 2がオリなんだけど、 2. オリ22. いや Yes yes yes. ありました。22番。Tabii tabii. オッケー。ね、今泣くのマジでこらえてます出ちゃおう。今こんな感じでね、送ってくれてます。Actually, this is video. I'm star. Yeah.
ちょっとねバタバタだったんだけどね、最後ね12時50分ぐらいに、乗ろうと思ってたらね40分ぐらいにねもう乗れ乗れっていう感じですごいせかされてね、最後の最後になんか言うこと言おうかななんて思ってたんだけど、なんか泣かないためにねなんかバイ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 みたいな感じになっちゃいました。はいけどね、はるかちゃん本当にありがとう。私たちねジョージアでプリクラ撮ったんですよ。この後ろにもねまだ読んでないんだけどメッセージをねいただきました。でこれね、泣いちゃうからバスで読むわって言ってたんだけど、なんとね去り際に、お手紙3日前ぐらいから書いててくれたみたいでもらいました。これなんか値札書いてます。値札にらりの封筒はるかちゃんらしいですね。こういうのそのまま取らないでくれるのありがとうはるかちゃんで、ホステルメンバーのね今日の朝ねデニスとブラッドを紹介しましたが、4人で昨日の夜もね前夜祭っていう感じで、飲みに連れてってくれて4人でねすごい楽しみました。いい仲間がたくさん増えて旅ってやっぱいいなって思えたし、やっぱ旅はなんか別れがつきものだなっていうのを再実感した感じでね、もう本当にいろんな話してねいろんな、思い入れがあるバトゥミになりました。すごいね楽しい時間を過ごしました。ジョージア3ヶ月以上ありがとうございました。すごいね楽しかったです。はるかちゃんもありがとう。デニスもブラッドもアナスターシャもありがとう。すごい今開けたらすごい可愛い、絵はがきです。動画で泣くのは初めてですね。嬉しい本当に。まだ読んでないのみゆちゃん絵から読めないんです。はい、泣いちゃいそうで泣いてるんですが、今日が9月の16なんだけどね、2024年の9月13って書いてます。3日前に書いてくれてたって考えたらやばいですね。読めないですよ。いや本当にはるかちゃんありがとうございます。すごいね1ヶ月以上話してて全然読んでないんだけどね、まだみゆちゃん絵から読めてないんですが、はい、すごい強い女の子で、これから先ね、私がいなくたって全然元気にやっていける子なんだなと、分かったんですよ。はい、何を言ってるのか分からないですが、とりあえずはるかちゃんだけ分かってくれればいいです。はい、いい出会いでした。それでは今から読ませていただこうと思います。バトゥミ最高。はい今ね、ちょっと涙も落ち着きまして、正確な、時間どれぐらいかかるかっていうのを今調べたんだけど、バトゥミから国境まで22キロあって、車で40分ぐらいで着くかなっていうような感じで、国境からねトラブゾンっていうところは220キロありまして、だいたい3時間半か4時間かそんぐらいかかるかなっていうような感じです。でトラブゾンからギョレメまでは620キロ、だいたい8時間ぐらいかなっていう感じで見込んでます。バトゥミからトラブゾンまでトータルで4時間ぐらいかかるっていう感じかな。でね私の今乗ってるバスがですね13時発で 3,4 時間で着くよって話だから、多分16時か17時に着くんだけど、トラブゾンからギョレミン行きの乗りたいバスが17時発なんだよね。だから順調に3時間で行ってくれれば16時に着いてそのまますんなり17時のバスに乗れるかなっていうような感じなんだけど、とりあえず、そんな感じでね最初トラブゾンに向かうっていうような感じです。天候の具合がちょっと心配ですが、とりあえず、バスで向かっていきます。はい今ねサルピ国境に着きました。はいこんな感じ、1時間くらいでねサルピ国境着きましたね。出国検査してきます。はい今ね出国できました。で大体ね多分 2,30 分並んだかなって感じかな。今がちょうどね2時ぐらいになるはずなんだけど、ジョージアとトルコでね1時間の時差があったんで、今が1時ぐらいっていう感じだね。1時間巻き戻しになったという感じです。はい今ね、
無事入国できました。トルコ入国です。ここからねトルコの旗が見えますね。じゃじゃんとこんな感じ。今現在の時刻がね13時18分ですね。また新たな出会いを探しに私はトルコにやってきましたよ。皆さんほら、犬との出会いが、トルコ初めての出会いですね。トルコにもねワンちゃん多いみたいなんで私ワクワクしてますが、とりあえずね乗ってきたバス探します。はいはい、今ね乗ってきたバス、はいこれですね。おっちゃんがミューってめっちゃ叫んで呼んでくれてね、いや分かりましたよ。で目の前に広がるのは黒海です。バトミで見てた黒海とはまた違う感じですね。なんか天候悪いから、あとはるかちゃんいないからなんかちょっと寂しい国会ですね。とりあえずね全員揃うまでバス出発まで待ちたいと思います。はいはい、バスに乗り込んだ瞬間にねとんでもない雨が降ってきましたね。はい見てください、これ雨。バトミにいる時もこんな日中に雨なんて、降ったことなかったからちょっと久々に雨感じてます。ほら雨ね。はい、びっくりですよ皆さん。今何時だと思いますか？19時半です。私が出発してから7時間近く経ちます。ほらもう外もこんな暗くなっちゃった。さっきすごい夕日が綺麗だったんだけどね、なんか夕日眺めてて、どうしようバス行っちゃったなと思いながら、大雨とあと渋滞でね多分遅れちゃったんだと思うんですよね。特にやることもなく、でも寝れないの。なんかバトミ楽しかったなと思い返してたら寝れないの。そんな感じなの。はい今ねトラブゾン着きました。なんですがどこって感じの場所に着きました。私が思ってたねバスターミナルっていうようなところではなくてですね、ちょっと違うね大きめのバスステーションに着きました。こんな感じでねはいはい、私見覚えがあるようなバス会社なんかがね、中にあったりとかしてて、今音楽鳴ってるのはアザーンです。イスラム教なんでね。とりあえずここのバス、夜行バスでね、カッパドキアまで行くバスがあるかっていうのをまず聞いて、なかったらホテル泊っていう感じになりますね。はい、とりあえずね、トルコ入国ということで、みーちゃんトルコ入りましたよ。皆さんトルコ編スタートです。はいと入りました。よくわかんないところに入りました。これどこ？これどこですか？はい、周りにはこういう感じでね、バス会社がずらーっと並んでいますね。今ねおっちゃんたちに聞いたんですが、トラブゾンからギョレメ行きのバスっていうのは全部の会社がもう6時までしかやってないみたいなんですね。だからどっちみち、明日のビルになってしまったわけですよ私は。はい、ジョージアよりもね、トルコの方が1時間遅れてるっていう感じで、だからなおさら17時までに着くだろうと思ってたんですよ。3、4時間って聞いてたから、多く見積もって5時間ってことは着くよねって思ってたら、なんと8時間近くになってしまったわけですよ皆さん。とりあえず私が、今回ね、予約したいなと思うのはここのカミルコクっていう読み方で合ってるのかな、ここのバスにします。はいはい、今ねとりあえずね、バス取れましたね。こっちのトラブゾン17時発、ギョレメ8時15分着っていう感じですね。トラブゾンからギョレメまでで1159トルコリラ、ちょうど5000円ぐらいですね。ちょっとね今からホテル探します。ホテルもうこんなつもりじゃなかったんだよ。何かあったらもしかしたら、ホテルに泊まんないといけなくなっちゃうかもなくらいで見てたんですが、もうかもなとかってもう違うもういいです。はい、とりあえず明日のバスで行きます。今から安いホテル探ししたいと思います。はいはい、今ねとりあえず着きました。ここのね多分スーパーマーケットの上が、ホテルになってるみたいで、ここちょっと聞いてみたいと思います。はい皆さん今ね、部屋着きました。結局ね歩いてたらねスーパーの上のホテルどんな感じかなって見てたらね、ちょうどレセプションのねオーナーさんみたいな人が出てきてね、700リラでね泊まらせていただけることになりました。一人っていうのがマジで久々すぎて寂しい。一応お部屋の紹介しますね。はい、ちょっと広めの、ユニットバスっていう感じなんですかね。ホットシャワー出るって言ってたから、出るんじゃないかな。こんな感じで上からジャーじゃなくてシャワー取り外せる式のやつですね。でおトイレあって、でトイレットペーパー向こうにもありました。これ何なんだろう、なんかよくわかんない棚がありますね。でこれを、右に行くとシングルが、2つあるっていう感じですね。はい、冷蔵庫はなんか前回多分電気通ってないようなアピールだと思います。はい、テレビもありますね。テレビは私は基本的に見ないです。でタオルがね、はい、2人用あって、スリッパも2人用で、なんだこれハンドジェルみたいなシャンプーみたいなやつかな。アメニティも結構揃ってますね。久々のホテルだからなんか感動するよ。で結構ねこういう感じでなんかどういう角度でつけちゃったのみたいな感じの棚があります。多分設計ミスでしょうね。あれも多分設計ミスで、これも設計ミスだと思います。でちゃんとエアコンも完備してあるって感じです。はい、
てか今もう着いてから10分ぐらい一人でこっち座ったりこっち座ったりっつってなんか一人でずっとなんかこっち座ったりこっち座ったりみたいな感じでやってるぐらいそわそわしてます。一人って寂しいね。なんか今まで一人が一番なんか楽とかと思ってたけど、自分が気楽な人たちと一緒にずっといて一人になると寂しいもんですね。まあこれからまた先一人、1年ぐらいになるのかな。まあずっとね数ヶ月って、一人の生活が続いていくんで慣れないといけないですね。はい、今ね、はい、またなんかこっちのベッドからまたこっちに移ってきちゃったんだけど、本当にそわそわしてるんですよね。まずトルコってどういう街なのかっていうのをねちょっとまとめたから読めますね。まずね、ビザに関してなんだけど3ヶ月以内の、観光であればビザの申請はいりません。で国土面積が78万3562平方キロメートルです。だから日本の約2倍だね。で人口が8700万人、これがね2024年の人口です。で首都、トルコの首都はねアンカラっていうところです。今私がいるのはトラブゾンっていう黒海にね面したところなんだけど、中心地の方にアンカラっていうね都市があります。そこがね首都になってます。でね、人種なんだけどトルコ人以外にも南東部を中心にクルド人がいたりとか、その他アルメニア人、ギリシャ人、ユダヤ人も共存してるみたいです。で言語に関してはもちろん公用語がトルコ語になってます。だけどね、私ねこっち来て思ったのはジョージアほど英語通じない国じゃないです。ここのレセプションの方も英語ペラペラで意思疎通はすごい取りやすいかもしれないです。であと時差だね。時差はねさっきもちょっとちらっと言ったんだけど、日本よりも6時間遅れてるっていうような感じになって、で通貨がねトルコリラっていう、通貨になるんだけど、1リラ100クルシュって感じですね。ジョージアラリーにさ私慣れてたから3ヶ月リラって言えないです。で治安に関してなんだけど、もちろんねどこの国もぼったくりとかはあると思うんだけど、イスタンブールとかはやっぱり突発的なデモが行われたりとかっていうのがあったりとか、シリア国境付近は結構危険だったりとかっていう感じで、地域によって治安も変わってくるみたいです。どこで何が起こるか分かんないからね、万全の注意を払ってね行動したいなと思います。そんな感じかな。ちょっと久々にね旅したんでちょっと疲れてしまったっていうのもあるんで、とりあえず今日は寝ます。ほいではまた明日。はい、皆さんおはようございます。今現在ですね11時です。今からねチェックアウトします。昨日はねもうぐっすり眠れました。でね、外の風景、ここからの眺めもまあいいのでお見せします。はい、こんな感じで朝の、トラブゾンのトルコ、風は結構涼しい、ああいう感じで爽やかな男性いますが、長袖長ズボンでもちょうどいいぐらいかもしれないですね。一応ね女性の観光地の方の規定とかはないんだろうけど、はい、一応リスペクトを込めて長ズボンにさせていただきます。ちょっと暑いから半袖になっちゃうんだけどね。はい、それではチェックアウトします。お邪魔しました。はい、特に思い入れもないですがゆっくりできました。バイバイ。はい、それで今私どこに行こうかと。トラブゾンからねギョレメ行きのバスが5時からなんですね。で6時間ね時間潰さないといけないんだけど、市場とかね今後行った時にはやっぱり現金が必要だし、あとはお手洗い借りる時とかね有料トイレとかの時には現金ないとちょっと困るんで、一応キャッシングします。なんだけどちょっと1個注意点ありまして、トルコのね ATM 高いんだよね、手数料が。本当にね1万円下ろしたら2000円取られたりとかっていうのがザラみたいなんですよ。で調べたところ HSBC っていうところでね、下ろせばその ATM だとね手数料がかからないみたいです。他にもね DCC 手数料を拒否できる ATM なんかもあるみたいで、ちょっとねそういったものをね探して時間あるうちにねキャッシング、しちゃいたいなと思います。もう手数料で取られるほどバカなもんないからね。そんな感じでちょっとね、ここら辺観光しながらね歩いていきたいと思います。丘の上に立つ家々、おー、トルコ人のほら男性たちここでなんかご飯食べてますね。コンビニですね、ここは。はい、普通のコンビニっぽいところもあります。でね、私思ったけどトルコ人みんな優しいです。今のところねなんかみんなすごい挨拶したら返してくれるし、なんか目が優しいの。なんかわかるじゃん、ちょっとやばいやつの目とかってあるじゃないですか。それがねもう私の主観ですが、はい、あそこの商業施設大きなビルみたいなの見えるかな。あれなんか旧ソ連圏のビルみたいな感じでなんかすごいですね。はい、日中の初トルコ犬です。可愛いですね。トルコの犬も可愛い。砂ぼこりがすごいかな。で道路は意外とトラブゾン舗装されていて歩きやすいです。でコンビニとかね薬局とか飲食店なんかも意外と多いです。宿泊先がやっぱちょっと少ないかなって感じなんだけど、はいはい、今ねこんな感じでね ATM がたくさんあるんですよ。現地の方なんかがね、キャッシングかなんかやってる ATM もたくさんあるんですが、気をつけてください。 DCC 取引のね手数料あったりとか、私は詐欺 ATM って呼んでるんですけれど、ATM 手数料がバカ高かったりとかってするらしいんですよ。あ、これは OK なやつだった気がします。こ
このずらっとなんたら DCC 手数料を拒否できる ATM がね、この種類はあるみたいです。はい、それではねちょっと試していきます。はい、差し込みます。とりあえずね2000リラ下ろします。2000リラだとね日本円で多分8000円、あ、これ JRP 出てくるじゃないですか。この日本円で出てきた時注意ですね。今ね1トルコリラが 4.1 円くらいだったんで高いですね。1000円くらい取られちゃうんで、これ必ずウィズアウトを押してください。これでね DCC 手数料を拒否することができます。はい、カードすぐ抜いてください。はい、すぐしまってください。はい、そして現金もすぐに取ってください。はい、とりあえずね、現金調達はできたのでちょっとここら辺散策してね、ちょっとお腹も空いてきたんでお昼ご飯探したいと思います。はいはい、トルコもなこういう感じでちっちゃいコンビニがありますね。トマト、キュウリ、玉ねぎ、じゃがいも、レモン、あと青唐辛子みたいなものとか、ニンニクちゃん、あれなんだろうね、こっちのスイートかぼちゃみたいな感じなのかな、ちょっと早いかなっていうバナナがあったりとかっていう感じでね、トルコにもいろんなフルーツが売ってますが値段は書いてないですね。はいはい、ちょっとね今スーパー見つけたんで、物価調査昨日できなかったからね A101 みたいなところでねここで物価調査したいと思います。まあでも店内お水はこんな感じだね。 0.5 が 3.25 リラだね。5リッターでも 19.5 リラ、安いですね。野菜も結構豊富に売ってますね。はい、玉ねぎ1キロあたり 11.9 リラ。これレタスだね。レタスそういえばジョージアで見なかったな。洋梨1キロあたり44リラ。ジョージアが1キロあたり、4ラリぐらいだったんで、ジョージアとそんな変わらないかな。パンなんかも結構豊富に売ってます。大きな食パンみたいなものが、50リラだね。だいたいパンは全般、ちっちゃいのだと、15リラから30リラ。はい、トルコもねティーが有名みたいなんでね、ティーの紹介していこうと思います。こういうコップ後で飲むと思うんだけど、これがねトルコの伝統的なお茶のコップカップみたいです。リプトン25パックなのかな、入ってるやつで75リラ。これはトルコのティーっぽいですね。トルキーカイって書いてあるけど、これカイがティーって意味なのかな。はい、ここら辺は全部飲料系つらーっと並んでる感じになります。はい、皆様の好きなコーラ、1.75 リットルだってちょっと中途半端なんだけど44リラですね。パックは、ちょっとお高めのやつで40リラ、普通のやつは30リラぐらいで買えちゃうみたいですね。ここはあれじゃないですか、こっちのお米的な感じでしょうか。1キロで 67.5 リラですね。この豆みたいなの気になるんだけどね、ノーフトゥーって書いてます。40リラから60リラとかそんぐらいで買えちゃうような感じですね。パスタは 500g が10リラ。だいたいどこのもねジョージアも100円ぐらいしたんだけど、10リラだったら50円ぐらいですね。安すぎます。はい、ここら辺は油ですね。1リットルのひまわり油が 57.5 リラですね。5リラ。はい、ここら辺はシリアルとか蜂蜜とかジャムとかチョコソースみたいなものですね。チョコペーストのものが100リラくらいで、売ってます。ピーナッツバターなんかも100リラくらいでね売ってたりとか、一番安いやつは50リラぐらいで、買えちゃうイメージです。これとかこれとかね。ジャム結構果肉が入ってそうな大きな瓶の、700g のジャムが55リラ。蜂蜜もね、瓶のやつで200リラ。だいたい60リラとかでちっちゃいやつも買えちゃうイメージ。はい、ここら辺は女性用日用品ですね。多分ナプキンとかはだいたい100リラしないくらいで全部買えちゃうような印象ですね。クレイジングオイル的なやつ、これそうなのかなとかも、100リラしないぐらいで全部売ってますね。はい、ここもね、雑貨系になるんだけど日用品だね。シャンプーとかは 59.9 リラ、47リラと全部55リラぐらいで売ってたりもしますね。こういう4つ入りの固形石鹸なんかも売ってて、こういうのが、80リラで売ってますね。ダブあるんだね。ダブの固形石鹸1個あたり 37.5 リラです。はい、男性の方カミソリもあります。カミソリもだいたい一番いいやつそうな良さそうなやつとかも300ぐらいで売ってます。はいはい、そんな感じでした。ちょっとね特に買うものはないかな。はい、とりあえずね物価紹介はこんな感じになるんですけど、ごめんなさいね、もうちょっと知りたいものがもしあって紹介できなかったらごめんなさい。はい、今からちょっとねお腹空いてきたんで、ちょうど12時になるんでお昼ご飯食べに行きます。なんかマップ通りに進んできたんだけど全然違うでしょみたいなところに来ちゃった。ここ一帯が全部ほら車のね工事のねお店になってて、全然なんかその気配とかは全くないんですね。もしかしたらこの車屋のおじちゃんたちが食べるなんかローカル店みたいな感じなのかな。おじちゃんに今聞いてみたのね、車屋の。そしたらここまっすぐ行くといいよって言われたの。おじちゃんは Google マップのお店の名前を見て、ここまっすぐ行ったら着くよって言ったんですが、はい、どこですかというような感じで、なんか車の部品とかしか売ってないんですが、これなんかすごいローカル店っぽいんだけど、これっすね。なんて読むんだろう。アスタットピデみたいな。美味しそうなのでちょっと入ってみようと思います。なんかおじちゃんが私の携帯を持ってますね。Thank you.
Yeah. Japan? Yeah. Oh, nice. Okay, thank you. How much is this? Don't worry. No. I can give you, no problem. Really? No problem. Oh, thank you so much. How old are you? 25. 25? Yeah, 25. Oh, nice. Thank I'm you. 15 years old. Oh, really? Yeah.わあ、美味しそう。おじちゃんがね、買ってくれます。すごいね、美味しそう。なんかひき肉の食べ物ですね。はいはい、今ね、こんな感じでね、お食事一緒にさせていただいてます。ありがとう。で、これのね、そう、ありがとう。ありがとう。このね、ご飯の名前がね、上に書いてあるんだけど、キマリっていう、ご飯でね、おっちゃんが頼んでるのが、パニーリってやつで、これね、買ってくれましたね。彼はね、日本に住んでるフィリピン人と付き合ったことがあるみたいでね、面白い話たくさん。おー、What is this? なんかこんなのもくれた。タッツさん、ヨーグルトLike yogurt, original yogurt. だってオリジナルヨーグルトらしいです。ちょっといただきます。はい、じゃあちょっといただきます。変なアグルになっちゃいますが、なんかひき肉が入ってるパンみたいな感じですね。いただきます。 But not pork. Not pork meat. not pork? No. 味は意外と控えめ、薄めですね。玉ねぎ、あとひき肉、トマトがちょっと入ってる。みんな野菜すぎます。どうしましょう。 Where's the azıcık 何これ？バタ Yeter mi? Misafir o. ー？This is butter. Oy. オイル Original oil. らしいです。これがね、オリジナルオイルなのって、バターみたいな色してるけど。確かにオリジナルオイルの味がする。ちょっとじゃあこれいただきます。牛乳のようなものいただいてみます。いただきます。You send your boyfriend? Maybe you send No, your no, no, no. I'm a YouTuber. YouTuber? Yeah, yeah. Oh. めっちゃうまいこれ。What do you say good? Güzel. Do Çok gel. güzel. Do gel. Do gel? Afiyet olsun. Abi. YouTuber abi, YouTuber. Değil mi? He. YouTuber. Hadi biz beraber çık. Şey. İsim ne YouTube? This is not English, right? İngilizce çıkmıyor herhalde. はいはい、今ね、お食事いただいてね、もう全部食べてごちそうさまでしたという感じなんですが、なんとおっちゃんがね、初トルコティーをね、ごちそうしてくれます。これなんか違うお店のものらしいんだけど、すごい電話で揉めてる。これはなんかね、温度が冷ましにくいような形状になってるらしいです。これがね、通常のトルコのティーのカップ、ティーカップになります。いただきます。あー、ティーだ。なんかごめんだけどリプトンの香りがわからないな。砂糖なしでも十分ビターで美味しいなという感じです。この形状かわいいね、本当に。現地でやっぱね、雰囲気、トルコにいてこういうの使って飲むと美味しく感じます。もうそろそろね、2時ぐらいになるんで、なんだかんだバス停に、向かおうかなと思います。それではごちそうさまでした。彼がね、ご飯ごちそうしてくれたから、彼のオフィスも紹介しとくね。And the inside the cover here. That is. You fix? You can see. わお。 Giriyorsa demek milyonun altına. いけてる。何を言ってるんだろう。このおっちゃんのオフィスがここのオフィスで、なんか俺の仕事ぶり見てくれみたいな時間だと思うんだよね。何これ、もうバス停行っていいから。バス停もう行く、そろそろ行くねって言ったらこのような状況になったんですが、どうせ3時間もあるから暇だからいいんだけど、なんか何この時間って感じ。何やってんの？私の存在忘れてない？Çekili kalmış olabilir. Kalırsa girer. なんか何やってんの？そんないらっしゃって。You're a Turkish He's friend? my Turkish friend. My name is Mustafa. Mustafa, he's working in Turkey, make Toyota, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Mitsubishi. are this designer, accessories. 改造したんだ。彼の車ではないみたい。友達の車をね、改造したらしいです。いつまで続くんだろうかね。明日だったらなんかカッパドキアまで連れてってくれてたらしいんだけど、無駄になんか謝られて、いや全然なんかいいんですけどみたいな感じなんですね。でもすごいご飯もごちそうしていただいて、はい、なんかこのおっちゃんもすごいなんかガミガミ言ってるけど大丈夫かな。 Anladım abi o hale gireyim. Sonra berbat görünüyor. Okay, I gonna go bus station. Thank you so much. Never mind. I'm so happy. Yeah, I'm so happy too. Okay. Okay. Yeah. I will see you again, and we have to call each other. Yeah, of course. My number, I have your number.
Okay. Traveling to for you. Yeah, you Okay. too. Take care yourself. Yeah. Okay. Okay. Have a good day.意外とすんなり終わりましたね。いやでもなんかジョージアみたいなねフレンドリーさがトルコにもありますね。ただねトルコのおっちゃんたちはねなんか意外と面倒くさいのかなと思ってあんまり距離を置いてたんだけど意外と楽しい。地元の方の礼拝所、イスラム教のモスクがありますね。ミナレットすごい高いね。モスクの名前分かりました。今調べたらねナジフ・クサノグルカミっていうところです。はいはい、暇だからねモスクまで来ちゃいました。私特に入るとかっていうことはないんですが、じゃじゃん、ここですね。まあ綺麗。イスタンブールなんかでね多分大きなモスクなんかは、ちょっと見に行こうかなと思ってるので、この裏らへんがねバスターミナルになるはずなんでね、ちょっと早いんだけどそっちまで行ってゆっくりしてねバス待とうかなと思います。はいはい、今ねバスターミナル着きました。昨日はねもう夜でもう全部のお店が閉まってたんだけど、いろんなバス会社のねチケットカウンターがずらっと開いてるんですが、この通路をね向こう側に行くと本当にコンビニとかちょっとした、スーパーみたいなものとかね飲食店とかが結構並んでて不自由ないなと思いました。でねちょっと通貨紹介さっきしてなかったから割りかし安全そうなんでここでねちょっとさらっと紹介しちゃいます。今あるのがねお札だと10、50、100、200なんだけど、はい、もう私はもうさっぱり分かりません。これ誰ですか皆さん。これが10トリコリラですね。はい、こんな感じで、はい、これが表でこちらが裏なんでしょうかね。こっちは50トルコリラですね。はい、なんかこういう顔のおじちゃんばっかいるんだけど、ちょっと目尻が優しそうな、これは誰ですか。はい、100トルコリラ。おじちゃん、これかわいいね。このおじちゃん植木鉢みたいなのかぶってます。でこれもほらなんかターバン巻いてますね。なんかあれだね、他の国みたいに大きなドーンとしたモスク建物みたいなものはないですね。であと小銭ですね。リラ以外にクシュルみたいな名前の呼び方のねちっちゃい貨幣もあるんですが、これが1リラですね。分かりにくい。もう小銭使うことってないからな。あっても意外と重いんだよね。こっちが5、全部似てますね。はい、こんな感じでねさらっと現地の通貨紹介は終わります。で今の時間がね14時20分なんで全然まだ時間があるからねちょっとここでね下調べとか、いろいろしていこうかなと思います。はいはい、今ねずっとゆっくりしてるんだけど、さっきね雨雲すごかったからねいつかは降るかなと思ってたけどすごい大雨がね降ってきてました。はい、どっちみちねちょっと早めにねついといてよかったなって感じです。今の時間がね16時なんであと1時間したらね出発って感じなんで、ちょっとね1個紹介し忘れてたことがあって、トルコはインターネットをどうしてるかっていう説明なんですけど、基本的に私はねeSIM 使ってて、現地の SIM カードがちょっと高かったりすると eSIM って言ってね物理 SIM じゃなくてオンライン上で完結する eSIM を私は使ってるんですが、今回ねトルコでも eSIM 使ってます。 ATM 手数料が基本高いっていう注意点以前に言ったんですが、他にあともう1個注意点ありまして、トルコって SIM カード、現地の SIM カードがめちゃめちゃ高いです。1週間とかでも5000円ぐらいかかったっていうね人もいたんで結構高い印象なんですね。なんで、調べたところねやっぱり、eSIM が一番おすすめです。でね eSIM とねSIM カードの違いっていうと、 SIM カードっていうのは本当にみんなが知ってるようなちっちゃいチップの物理カードを携帯に差し込んで携帯で手続きしてインターネットを使うっていう感じなんだけど、 eSIM になるとその物理 SIM っていうのを使わずに全部オンライン上で、完結するんですね。 SIM カードってさ飛行機でこう入れ替えたりするとなくしちゃったりとかっていうのあるじゃない。私ないんだけどまだ eSIM だとねその紛失とかのリスクもないし、国変えたりするとその国のね SIM カードをまた入れ替えないといけないっていう作業があれちょっとめんどくさいんだよね。すぐ終わるんだけどちょっとめんどくさいんだよね。だからね eSIM の時は本当に今まで使ってた回線をオフにして、その国で使う回線をオンにするっていうのを携帯のね設定画面の方でパッてやればすぐ終わる開通ですっていう感じなんで、すごい eSIM 楽なんでね、対応機種を使ってるね人であればみんな使えるんでね eSIM おすすめです。で今回ねトルコでね私使ってるのがトリファっていうね eSIM なんだけど、ありがたいことにね今回ちょっと初めてね eSIM のトリファさんから提供していただいた eSIM があるんで、それ使わせていただいてるんですが、トリファねアプリがあるんですね。でアプリで自分で行きたい国を選択できるんですよ。こんな感じで、そうでこの選択で私トルコ、タップします。そしたらねそのプラン診断ができて診断スタートするとどれだけ滞在するかっていう期間選びます。で私60日なんで60日以内で選択して、で次にね現地でのギガ使用数、どれだけのギガ使用しますかっていうのがあって、自分に見合った合うなと思うやつをね診断して、診断完了すると自分に合ったおすすめのプランをねこっちで出してくれるんですね。どれだけ使うのかっていうのが分からないんだよね意外と eSIM。 1週間で何が使えばいいんだとか分かんない時にプラン診断があるからすごい便利だなと思いました。で SIM カード、私今回購入したのが、とりあえずね60日30ギガのやつなんですが、すごいのがね利用状況を見れるんですね。今なんか見れない。なんで
今なんかちょっと一時的に見れなくなっちゃったんだけど、30ギガあったやつがあと何ギガ残ってますよとかっていうのがこの携帯のアプリから見れるんですね。で自分の SIM カードのねネットワーク情報とかいろんなのも見れます。購入日とか、だからこのアプリ1個で全部完結するからすごいなと思います。で使ってみた感想なんだけど、今私まだトラブゾンにしかいなくて、ちょうどねバトミで国境を越えたあたりで回線オンにして使ってるんだけど、今のところね普通に使えてます。はい。でさっきねインスタグラムの方で、はるかちゃんと電話したんだけど、電話も普通に通じました。なんでインターネットはそんなにね使えなくなったりとか、地図も普通に見えてるんで今のところ大丈夫です。今後もね使ってみて、本当に正直な感想を言っていこうかなと思います。なんでね今回はトリファのね、eSIM を使ってるんで、ぜひねeSIM 使う方はね、使ってみてください。はい。トルコの、旅行は eSIM がおすすめです。これ鉄則です。そんな感じです。あと1時間ぐらいあるんでバス待ちたいと思います。それではまた。はいはい、今ねバスが到着しました。15分前でねちゃんと出発できるような感じになってます。でもね荷物は預けました。リュックは。でここら辺にはこういう感じでね現地の方が、食べるようなねセサミパンみたいなやつも売ってたりします。1個買ってみようかな。今50渡しました。多分10だと思うんだよね。Thank you. Simit. Simit. Okay. Thank you. Okay. Thank you. はいはい、サービス精神もりもりでしたね。これ1個あたりがね10リラでしたね。はい、めっちゃ安い45円ぐらいで、これ買えます。ちょっといただきます。一口。固めの非常食、普通にセサミパンって感じで美味しいです。はい、多分ね出発まであと10分ぐらいなので、これ食べてねゆっくり乗り込みたいと思います。はい、今ね、乗車しました。エンジンかかりました。はい。で誰もいないんですが、私以外に。大丈夫でしょうか。一応ね1列2列の3列席って感じになってます。一番後ろが4列席って感じでね、リクライニングもちゃんとできまして、私ちょっと倒してるんですが、でクッション性もあってチャイルドシートみたいな感じでねすごく、いいなという印象です。一応Wi-Fi って書いてあったけど Wi-Fi はないを体にした方が良さそうです。今がちょうど17時ぴったりです。トルコ語とかもちょっと覚えないといけないですね。はい、タタルスタンとかの数え方で、そのはるかちゃんのホステルにいる時にね、ベルイケウシドゥル、違うなんかそういうね数え方があったのよ。トルコ語の123もそのなんたらイケウシドゥルベシュのタタルスタンに習ったね数え方と一緒だったので、びっくりしたんだよね。そうで、ちなみにねバスの、お菓子みたいな、16時間もね何も口にしないっていうのはいけるんだけど、ちょっと口寂しくなるかなと思ったから、一応ね軽食は持ってます。で何かと言いますとこれです。はい、はるかちゃん初めてバトミに降り立った初日にねはるかちゃんに出会いまして、コンビニでねはるかちゃんにねおすすめを聞いたんですよ。それからずっとハマってるねこのひまわりの蜂蜜漬けみたいなねお菓子があるの。これちょっとかじるだけでね結構紛れるんですよ。とあとお水は持ってます。ボルジョミ、はい、これもジョージアで買ったペットボトル。なんか捨てられなくて、私捨てようと思ったんだけどなんか捨てられなかったの。これもねはるかちゃんなんだけど、はるかちゃんから教えてもらった炭酸水のねボルジョミっていう、ペットボトルなんだけど、これにね入れ替えてね、これお水持ってます。はい、あと2かじりぐらいしてあるんですが、セサミパン持ってるんでもうとりあえず持つかなって感じです。まだ宿も取ってないんでね、これから宿探ししたいなと思うんで、とりあえず、カッパドキア順調に着くこと願って行ってきます。はい、今ねカイセリっていうね、あともう1時間ぐらいしたらギョレメに着くところに来ました。はい、こんな感じでもうすっかり朝ですね。もうバスの中で結構寝ちゃってね、結構寝やすくてね心地いい朝を迎えてます。はい、このバスで来たんだけど、結構寒い、肌寒いって感じかな。この調子でねあと1時間、頑張ってねギョレメ迎えたいと思います。着きました。今このバスで来ましたよ。皆さん帝国通りです。なんとびっくりしました。8時15分にねちゃんと着きました。カッパドキア。向こうにはもう気球が上がってたりもしますね。でそこの下にはねあそこにずらーっと ATM が並んでるという感じでね、もう観光地むき出しというような感じなんですが、ほら
ああやって家族なのかなみたいな人もたくさんいます。もうね長かった。本当にバトミをね出てからもう2日かかりましたね。今回ねちょっとねバトミからねカッパドキアに来るまで結構時間かかってしまったので、今回の編はねバトミ名残惜しいけど離れます編にしますね。はい、ここのカッパドキアのね名前の由来は美しい馬の土地っていうらしくてね、パケラパケラ走ってるんでしょうかね。そういったところとかもね全部詰め込んでね皆さんにお届けしていくんで、カッパドキア編次回お楽しみに。今回は、この辺で切らさせていただきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。ちょっとでもいいと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。 Never really know what's going on. Look at me sometimes.